澄み切った空気と色鮮やかな紅葉に包まれる秋はキャンプに最適な季節です。虫の音を聞きながら焚き火に癒され、夜空に広がる星を眺めながら過ごす時間は他では味わえない贅沢です。しかし秋キャンプを楽しむためには季節特有の注意点や準備が必要です。今回今までの経験を生かして秋キャンプの魅力と注意点を紹介します。秋キャンプ注意点。虫対策。秋でもブヨやカエデの対策が必要です。猛暑の影響で例年より秋ニカが発生する可能性があり、蚊は35度を超えると活動がなまるため、夏の猛暑で活動が抑えられていた蚊が気温が下がり適温になる秋に活発になるためです。虫除けスプレーや蚊取り線香で十分な対策が必要です。さらに秋はカメムシが活発化します。発火油スプレーを用意するといいみたいですが、効果のほどは分かりません。やばい、カメムシのめちゃくちゃ臭い匂いしてる。カメムシ潰してる、絶対俺。臭い、服の中おるんじゃねえ。そして怖いのがこれ。蜂がブンブン飛んでますね。ここにもあるし、向こうにもあるんですよ。興味あってね、見に行ったりして、こういう風にして見に行ったりしたらダメですよ、本当は。刺されたら大事ですからね。やば。ブンブン言ってますよ、周り。私の周りもブンブン言ってます。9月ぐらいはね、この蜂がね、めちゃくちゃ活性化するんで、気をつけてくださいね、皆さん。刺されないように。さっきもね、スズメバチが、アシナガバチの襲ってましたね。恐るべしよ。歩くときも気をつけましょう。ほんと。さっき落ちてたから、本当にね、スズメバチがね、食べてたっていうか肉団子にしてましたね。アシナガバチを。すごい羽音してる。寒さ対策。秋になると朝晩は急に冷え込むことがあります。秋冬でも快適に寝られる寝袋やシュラフが必要。寝袋は滞在する場所の最低気温から5低い快適使用温度の寝袋を目安にすると良いそうです。最低気温0度なら寝袋の快適使用温度はマイナス5度以下のものを使用。そして服もダウン、ジャケット、フリースやニット帽などを用意しましょう。昨年はワークマンさんのジャケットが役に立ちました。足元から冷えてきますので暖かい履物も重要です。私は犬連れキャンプですので愛犬の寒さ対策も重要。時期や気温でベッドを変えたり湯たんぽやストーブで暖かくしています。そして昨年大活躍した服がこちら。今回ね、もう寒くなると思ってワンちゃんたちでね、服買ってきたんですよね。ラディカさんのね、着る温泉とかいうやつですね。血行が良くなるらしいですよ、この服を着ると。買ってみました。暖かそうでいいですよ。あとはストーブや焚き火などで暖をお取りください。詳しい寒さ対策動画は概要欄にリンク貼っておきます。しかし寒さ対策だけでは万全ではありません。それは秋でも日中の気温が20度を超える日があります。
日中気温20度前後でも、朝は氷点下まで冷え込むことも、寒暖差が大きくなることも想定し、体温調整しやすい服装で暑さ寒さ両方に対応できるようにしてください。雨強風対策。秋は前線の影響で天候が変わりやすい季節です。天気予報と風速を確認し、悪天候の場合はカッパや長靴などの準備や、雨や風に強いテント選びが重要。ペグやガイロープはしっかり打ちましょう。実際に体験した秋の嵐キャンプがこちら。この日は前日の予報でも強風の予報はなかったのですが、しかし現地に着くとすごい強風でした。もうね、テントの方晴れましたね。でもね、こっちのね、このネイチャーハイクさんと連結するタープの方です。今回は諦めました。かなりの強風でね、持ってるだけでももう体が持っていかれるぐらいの強風だったんで、もう諦めましたね。これは無理やわ。ということで、コールマンとネイチャーハイクさん合体させました。そして就寝時はワンタッチテントは崩してガイロープで飛ばないように固定。そして夜中中強風が続きました。すごい風ですね。もうテントの中でもすごい風の音でしたね。やばい。テント崩しといてよかった。崩してなかったらもうね、きっと倒壊してましたよ。そして夜が明けても風は収まらず、タープの方です。もう片付けたいと思います。さっきはね、また壊れたら困るんで、壊れそうなね、強風です。ホルマンさんのはね、もう強風にかなり強いんで、あそこのね、ホルマンさんの伝説で今日は料理の方したいと思いますね。風が抜けやすい場所だったり、その土地特有の風が吹く場所もあったり、予報通りにいかない時もあります。寝入りに準備し、臨機応変に対応できることも大切です。秋の豪雨体験。せっかくの紅葉キャンプが秋の嵐になりました。山の中のキャンプ場でしたが、想像を超える強風に襲われ、周りのテントでも強風によりポールが折れていました。すげえ風、やばこれ、やぶけそう。うわすげえ。うわ見て、外のほら横に飛んでってる。葉っぱが横に飛んでってますね。葉っぱが横に飛んでってたよ今。やば、これ早く撤収した方がいいわ。壊れちゃう。そして帰り道に見た恐ろしい光景。11月にこんな豪雨になるとは想定外でした。火事対策。秋は空気も乾燥しています。落ち葉近くでのカビは避け、火の後始末は完全に行いましょう。特に強風時、焚き火から火の粉が飛ぶ危険もあります。火の粉の危険性の映像がこちら。焚き火の方ほとんど消しましたね。あとね、このちょっと真っ赤っかになってるのが残ってるんですけど、こちらこの芝ですね。芝を買った後に周りに寄せてあるゴミですね。これこいつにこのちょっとしたね、この火の粉です。火の粉をちょっと乗せて、これが強風ですね。だんだんでかくなっていってます。
見てこれ煙。これが強風の状態ですね。ほらもう火がつきそうで、このままねもっと空気を送ればね火がぼっと燃え尽きますからね。もう今日はこれくらいにしときます。本当にね火事には気をつけましょうね。全部消し切りましょう。水かけてね消しましょう。これもねちゃんと消えたか。ちょっと水かけます。こいつにもちょっとの火種でねこうやって火が起こりますからね。怖いですよ本当に。熊などの野生動物に対する対策。秋は熊が冬眠前に活発になる季節です。食べ物やゴミをテント内に放置せず、熊鈴やラジオで存在を知らせることが基本です。キャンプ場や自治体の注意情報は事前に必ず確認してください。私の熊対策グッズがこちら。森の中からの物音がね半端なくてちょっと怖かったですね。今回もねこういうの持ってきてたんですよ。これ熊市場、あとね多機能電子ホイッスルこういうの持ってきてましたね。ないよりもあった方がいいですからね。他にもテント周辺に鹿やキツネやタヌキが出現することもあります。気をつけてくださいね。その他秋キャンプ体験だ。秋は学校などの行事も多くなる時期です。ある時キャンプ場のすぐ裏の施設で学校行事が行われていました。拡声器による先生の声や私のサイト内を横切る生徒さんもいました。さらに夜には大声で騒ぐような声も聞こえてきました。キャンプ場外のことなので仕方ないですね。青春を楽しむ時間もまたかけがえのない時間ですから。他にはキャンプ場の隣のグラウンドで運動会が始まったこともありました。こんな珍しい事件も今では楽しい思い出の一つです。他にもこんな失敗が。それはキャンプ場までもう少しで到着という時。なぜこれ通行止めってどういうことやろこれ。キャンプ場行けないのこれ。ちょっとね電話して確認してみますね。どういうこっちゃ。今ねキャンプ場の方に向かってたんですけど、道路の方がねなんか土砂崩れで通行止めになってたんですよね。そしてキャンプ場に聞いてみたら迂回してきてくださいって言ってるんですよね。もう最悪や本当に。話聞いてみたら2時間ぐらいロスらしいんで、これめちゃくちゃ遅くなるわキャンプ場に着くの。一応ねホームページ見てみたらね書いてました。夏の豪雨被害で道路が崩れたり陥没したりして通行止めが続いていることもあります。事前の確認は大事ですね。それでは最後に秋キャンプの魅力について。赤や黄色に染まった山々が昼は鮮やかに輝き、夜は満天の星とともに幻想的な雰囲気を演出してくれます。焚き火で料理を楽しむ時間は特別なものです。秋の味覚を楽しむ贅沢としてサンマを炭火で焼いたり、旬のキノコを使った料理を試してみたり、秋の果物を現地で調達したり、秋ならではのキャンプを楽しんでください。
でも食べ過ぎには注意してください。動いたらやばい。動かね最後までご視聴ありがとうございます。いつもいいね、コメントありがとうございます。ハイプでの応援&チャンネル登録よろしくお願いします。